こんにちは、漫画家の下田真です。よろしくお願いします。ということで今日はですね、銀座伊藤屋さんに来て文房具買っていきたいと思います。すごいよ。こんなのもちょっとね。なんとレモネード飲みながら店内見ていいということなので、ちょっと飲んでいい？先にでもね飲んでから行かないと俺らちょっとこれ持っちゃうといけないから。そうだね。ということでここで今日は文房具巡りやっていきたいと思います。はい、じゃあ2階に来ましたので、今度は2階見ていきたいと思います。すごいよね。いやもうすでに可愛いんだよ。ね、いやめちゃくちゃ可愛い。シールいっぱい。ちょっとここ見て、ここ。はい。めっちゃおしゃれ。いや今これスタッフのことも話してたんだけど、こんなねメモ作れたら学校とか会社ではもう超ヒーローだよ。いやでも私ちょっとシール買いますっていうのも、今日こっちゃんから伊藤屋さん行くよってお話をした時、絶対にシールを買ってこいっていう指令をもらってるので、ちょっとこっちゃん好きそうなシール、可愛いシールめっちゃある。選びたい。私も欲しい。絵に貼りたいし。でも S 君わかんないんで、やっぱシールは女子の、そうなんだよね、女子にとって永遠のもうなんか魅力。大人になっても好きだもん。シールとかあんま貼らなかったもん。なんか友達とシール交換するのがもう小学生時代唯一の娯楽って言っていいほどの時代だからね。これ今もそうなんだね。いや知らないでしょ。だからシール帳とか持ってない。持ってたシール帳。あった。女子はシール帳持ってんだよ。女子は持ってるのに。これ可愛いよ。お化け。これから夏にさ。いい。ああ確かにこの辺だからほらお祭りじゃないですか。夏系の。ああお祭りネタね。そう。かき氷とか絵に使えるかも。この辺も可愛いな。どうしようかな。だって S 君好きそうなシールあるよ。いや別にそれそんな好きじゃないから。パフシール可愛い。割り切り子好きだから。割り切り子大好き。いいじゃんこれ。忍者。いやそれから使えないけど S 君パフシール。こっちの方が可愛い。可愛いこれ。こっちの方が可愛いよ。これ可愛い。これ結構使えそう。普通に自分のノートに貼る。これとこれ。また丸切れ子みたいな。これと丸切れ子。両方丸切れ子じゃん。これ可愛い。じゃあ行きましょうこっちに。なんと伊藤屋さんの中にポストを発見しました。すごいよこれ。実際に使えるポストらしくて、ここからお手紙を送れるらしいです。すごい。ここで書いてってことだよね。そう。すげえ。ここでもう選んでお手紙なんか送りたい人に書いて、ここから送れるっていう。郵便屋さんが来る時間も書いてある。本当だ。これに間に合うように出すのが大事だね。そうだね。来て、あったこれ。お絵描き界隈みんな大好き。ガラスペンこれね。見て、ガラスペン大きい。すごい。超可愛い。なんか箸置きみたいな感じで猫ちゃんが持ってくれる。じゃあ上からこの2番目お願いします。はい、ありがとうございます。ガラスペンの用のインクあるので、インクも買ってきます。しかもちょっとインクで話ずれちゃうけど、これあれだね、こう炙ってガーって流してシュッてやるやつ。ここにあるやん。しかもほら。本当だ。これさいいんだよね。みんな好きなんだよね。これはいい。しようかな。めっちゃあるんだよね。インクもね。でも今回は A のメインのところに使いたいから、渋めのちょっと出やすい色がいいから、手紙とかでも使えそうな。じゃあインクはこのなんか深緑っぽいおしゃれな色にしたいと思います。それでは5階に来たので早速5階見ていきたいと思います。何があるかな。すごいけど。ちょっと待って、ここにもすでにいっぱいあるよ。なんか鉛筆みたいなやつ。すごい。なんか1個欲しいかもしれない。これ？じゃあ色がさ、ピンクじゃない？私の好きな色があるよ。こういうオレンジとかと。これってなかなかこういう綺麗な発色のものって売ってないじゃん。売ってないからさ、可愛い。向こうに売ってるんじゃない？ちょっとじゃあ向こうを見てから決めるわ。行きましょう。伊藤屋オリジナルシリーズって書いてある。ここ？本当だ。これは伊藤屋オリジナルシリーズが欲しくない？ここにせっかく来てるし。せっかく来てるからね。じゃあ青と赤とか。シャープペン、ボールペン、イレーサブルボールペン。フリクションみたいになるやつ。消せるやつ？やつだ。の伊藤屋さんオリジナルってこと？そうなんじゃないのかな。でもアクロインキボールペンがいいな。私出したらやっぱ優れた耐水性だから、多分コピックとかとも相性いいんじゃないかな。じゃあこれで絵描けるってやつ？多分そうだ。じゃあそれ購入じゃないか。この赤購入したいと思います。やっぱ伊藤屋オリジナルだから、ここはちょっと外せない。伊藤屋さんオリジナルだからね。これなんだろう。これなんだ？なんだろう。油性マーカー、シャービー。
へー、あ、布にかけるやつだ。ああ、靴とかそういうやつ。そうそう、上履きとかにかくやつ。上履きに書くじゃん、じゃあこれ。そう、私一回こっちゃんの上履きにすごい絵描いて怒られたことある。布にかけるやつだし、なんか今後なんかの企画で使えそうだから1個買っておこう。はい、ということでこっちにノートがたくさんあるので、紙は絶対欲しいし、ノートね、何よりもこれ伊藤屋さんオリジナルらしいんだよ。せっかくだからこのノートに書いたらいいんじゃないの？いや、すごい。これ骨とか脳みそのことが並べてる。骨は嬉しいよ。めっちゃ好きじゃんこれ。あ、書いてる。めっちゃ落書きされてた。あ、これ買おう。これどのサイズ？でもやっぱこのサイズが持ち運び便利か。漫画家結構ネタ出しするから、私いまだに結構その絵描くのはデジタルが多いけど、ネタ出しは紙派。あとなんか気になったことはなんかメモで残すの紙派だから、ちょっとこれぐらいのサイズのメモ欲しいから、ちょうどこの伊藤屋さんオリジナルの。しかも黒でいいじゃん。ね、これ今ちょっとね教えてもらったら、ここに書いてある文字で中のこの線が違うんだって。ああ、なるほど。ここにあるさ、線が。なのでシンプルなやつ。そう、無地がプレーンがするから、お絵描き用に無地とネタ出し用にドットにするわ。でもネタ出しにはこっちの方が向いてるので。じゃあ2冊これ。はい、買ってきます。じゃあ7階に来ました。7階見ていきたいと思います。すごいよね。いやもうすごい、見てよここ。めちゃくちゃやばいよ。すごい、こんな色があるんだってまず思わん。俺これ初めて見たよ。これアクリルだね。アクリル絵の具だけど、すごいね。大容量の。いや私ほら美術の予備校通ってた時があるから、その時に来たかったね。一気に。これすごいよ。こんな使えないとか思うけど、毎日やってると結構すごい使うんだよ。使うんだ。これが使うんだよ。早速奥見ていきたい。行きましょう。すごい、なんだろうこれ。これ何？これ何？カードだね。すごくないこれ？ハリーポッターあるよ。欲しい。ハリーポッターの街じゃんこれ。欲しいこれ。カードなのかな？違う。見てバラバラになる。あ、これ俺無理なやつじゃん。作れないやつだよ。違うんじゃないの？使っていったら徐々にこれになるのよ。そういうこと？多分使っていけばこうなるの。じゃあ俺これハリーポッターのやつ買おうかな。だからさ、S 君が使い続けてたらいつかこれが出てくるのかな。いつか？このシリーズはそうじゃない？でもハリーポッターのこれだよ。だからホグワーツね。これ買ったらめっちゃワクワクするじゃん。今日から何年間かこの紙を使い続ければそれが出てくるってことでしょ。そうだよ。そうだよ。何年間使えばこれになるらしいんで、頑張って使い続けたいと思います。すごいね。すごい発想だね。でもこれはおもろいね。面白い本当に。これじゃない？これやばいね。ここ色で選ぶ。すごい。なんだこれは。すごいよ。紙。紙だ。紙全部違う紙。見て。よく見ると質感が全然違うよ。すごい。こんなに紙の種類があるんだってことに気づいたけど。本当に？ちょっと S 君は知らないだろうけど、割とオタクをやってると紙の種類には詳しくなってきて、ちょっと自分でね趣味で出す本とかの表紙とか遊び紙って中にちょっと1枚入る紙とかどれにしようかなとかで。マジですごい。わりかしオタク女性紙に詳しいあるある絶対あると思うんだけど。この辺結構白だよ。でもさ、アンミカさんが言ってたじゃん。なんか白って何百色あるあんねんでみたいなやつ。いや本当にあったね。300色どころじゃないんじゃない？この数。すごいね。うわ、待って、あるはず絶対私の憧れの紙を。何憧れの紙って？これマーメイド。これマーメイド他の色もあるんだけど多分。マーメイドって紙ちょっとザラザラボコボコしてて、なんだろうな、画用紙よりちょっとねボコボコ感が強いの。これに印刷するとなんかちょっと水彩っぽい色合いのなんか絵とかが合うのよすごく。絵柄がさ水彩っぽいのに合わないじゃん。私水彩苦手だもん。憧れてんじゃんずっと水彩っぽい人に。私いつかこれ系の髪に似合う女になりたいけど、私は絶対いつもこの色上したってこのツルツルの方。ツルツルの。すごいこれかわいい。ラメ入ってる。本当？これ映像に映んないかな。映らないけどすごいキラキラだわ。じゃあこれにしてみようかな。ミランダ。でもキラキラちょっといいよね。いい。この中で一番癖強そうなやつしようよ。どれがいいかな。いや結構あるよ。茶色とかそっち系か。こういうのもね。なんかこれ壁紙っぽいな。すごい。鏡じゃんこれ。
それ書けるかも。それにしてみて。スーパーミラックス。うん。でこれ俺が撮ってるところがさ反射してるからね。これ絵描けんのかな。でも油性のファインで描けば描けると思う。じゃあ俺このミラックスにする。スーパーミラックス。おなじみコピックだね。王道下先生大好き。大好き大好き。ちゃんとほら24色セットとかも売ってるから。あ、本当だ。いいね。その最初はやっぱこのセットを買うことがおすすめよ、おすすめよね。やっぱ値段との相談はあるけど、個人的にはこのなんかさ、12色セットよりはね、こっちのね24色セットの方が絵描く人にはおすすめ。待って、これ見たことない。このペン。本当だ。なんだこれは。トリプラスファインライナーだって。これ何なんだろうね。試し書きしてもらう？試し書きいいですかしても。はい。あれだね、サインペンの感覚に近いから。サインペン。すごい先の細いサインペンみたいな。授業とかでも普通に使えそう。ああ、先がめっちゃ細いから、絵描くにもじゃあいいんだ。あ、そう、細いから結構髪の毛とかの先の質感も細かい線出せるよ。おー、いいねいいね。あ、これ描きやすいよ。マジ？うん。これにもう一本ぐらい太みのあるペンがあると、より2本合わせてうまくいきそう。ようやく描いてくれたよ、漫画みたいなキャラ。そうだね、一応。これは？どれ？コピックアクレア。コピックアクレアだって。これ見たことないよ、コピックで。新商品じゃない？新しいコピックって書いてあるじゃん。これは買おうかな。だってコラクとかにかけてる。本当だ。あ、鏡とかにもかけてるから、ちょっとさ、アクリルっぽいインク出てくるやつだ。なるほどね。あ、もう人気だよ。ほら、アクレアセット売れちゃってる。なんもない。じゃあちょっと何個かある色で買うしかない。欲しい色が買うわ。この辺で F 君どうやってみて。やります。これ使ってみてほしい。あ、待って、ここにもある。ここにもおなじみが。あ、開封これ。ピグマ。ピグマね。あとコピックマルチライナー。これ聞かれる、結構特にピグマ。どこに売ってるんですかって。ここに売ってます、皆さん。皆さんこういうところに売ってますよ。糸屋さん売ってます、糸屋さん。もしかしたらこの糸屋さん見てて思ったけど、下のボールペンとかのコーナーあったじゃない。でもそういうところじゃないんだよ。ちょっとこの画材みたいなコーナーに来てもらって行くと、こういうね、多分製図用のペンって言うんだろうな、正式名は。こういうところにこのピグマ売ってるから、ピグマ個人的にはおすすめですので、よかったら。ピグマはめっちゃね、こうね、種類があるよね。0.いくつとかね。私が好きなのは1、もうこの01で、細い線描きたい人はこの003だけど、筆圧強い人がいるとちょっとペン先を潰し、俺みたいなやつやると潰れる。そうなの、そうなの。だから私も結構筆圧強いから、この01かこの05、この辺りがおすすめかな。足りなくなってきそうだから買ってくわ。はい。試し書きタイム。めちゃくちゃこういい感じに漫画っぽい細い線が描ける。これ何1？これ01。ね。これ01ね。でこっちが05。細かい髪の毛とか描きたいとき01で、輪郭描きたいときとかは05を使うことが多い。あとなんか色紙に私ほら絵を描く仕事であるじゃない。その時に色紙の大きさとかによって変える。あ、そうなんだ。線の見え方があるから、この2つをちょっと今日は買い足してきます。なんとめっちゃすごいとこ発見。マジやばい。これ全部色鉛筆。すごいよこれ。すごいよ、すごい。こんなに種類あるの？おなじみでもないよね。やっぱ高級色鉛筆として有名なハーバーカステル。これやばいんだよね。一度エスクに使わせたりとかあるんだよ。初心者が高級画材で、プロが安い画材で解決。エスクこれ使ってて、これやばいよ。いいんだよね、でもやっぱり。こっちよ、こっち。これ一本売ってるんだ。そういうことか。すごい。これだったらいいじゃん。ここにある一本一本みたいなやつをなんかここで試せるって、この紙に。ああ、いいね。これはすごいよ、すごい。ちょっと試したい、試させてもらうね。まず鉛筆。S 君が見たこともない 7B。7B ってどんだけ濃いんだろう。激濃い鉛筆で。あ、でもね、柔らかいから書きやすい。あ、すごいいっぱいある。ピンクだけでこんなにある。シンディちゃんの髪をこれでちょっとグラデーション作ってみよう。
めっちゃ楽しくお絵描きしちゃった試し書きのところでどう見ても試してない絵を描いたらまあまあ頑張って描いちゃったね。いやすごい、でもこれいいと思いました。ここで試し書きできるから、これで気に入った色だけを買うってできる。ここでね、いやなかなかいろんなメーカーのその場で試せるなんてことないからめったに、すごくいいよこれ、おすすめ。来たらちょっと体験させてもらうことがおすすめだかなね。こうカランダッシュっていうメーカーの色鉛筆もちょっと使ってみたいと思います。なんかスイスの色鉛筆らしい。これ水に溶けるんだって。へえ。ちょっとやってみるね。はい。溶けるんだ。今ここ色鉛筆じゃん普通に。今私色鉛筆じゃん。色鉛筆。だけどしかもすごいこれ綺麗な色だ。めっちゃ綺麗な色。この色めっちゃいいな。めっちゃ綺麗やんそれ。この色めっちゃ綺麗。めちゃめちゃいい色。これを多分ここの水のね筆につけて。あ、水のフライ。はいはい。こうやって水をつけていくと。溶ける？溶ける？溶けてる、作ってる。へえ。でちょっとこうなんかこう色鉛筆から水彩みたいな感じ。ああ、そういうこと。そういう風になんか色をぼかしたりできるんだよ。2色でもやってみていい？はい。あ、これ混じってく。あ、すげえ。ほら混じった。本当だ、すごい。こっちの方がよくすごくわかるわ。これほらね溶けちゃった。すごい。何これ？色によっても若干溶けやすさとか違いがあるのかもしれないけど。すげえ。これもいいね。なんか私水彩風苦手だから先に色鉛筆でやってみてちょっとそういうやつだけ回すっていうのはいいかもしれない。これおもろいね。ちょっと私が淡い絵を描ける可能性が出てきたのでちょっとこれも買ってみたいと思います。はい、ということで自宅帰ってきたので早速今日の購入品改めて確認したいと思います。ちなみにこれ私が持ってるの紙なんだけど、めっちゃでかくね？いやめっちゃでかいでしょ。あんなさこんなちっちゃいやつだったじゃん。店員さん教えてくれたんだけど、やっぱ紙ほら1枚でもこれぐらいしっかり梱包するんだって、万が一折れちゃいけないから。でもしかしたらもうこの梱包の方がね紙1枚の値段よりかかっちゃった赤字の可能性すらあるんだけど、やっぱそこは伊藤屋さんのこだわりとしてやっぱお客様にちゃんと紙を届けたい。よこんなのもう老舗のやっぱちゃんとした画材屋さん文房具屋さんのこだわりを私はここに感じました。すごい。で待って、みんなに裏俺が買ったのはこれよ。これ全員がもう反射しちゃうでしょこれ。テカってみんなに見せれないけどここら辺が今鏡がねテカってる。すごいよこれ。ちなみに私が買ったのはこんな感じ。これちょっともったいないからカットして使いましょう。でもほらそれのためにこの厚紙つけてくれてんだよ2枚。折れないようにね。そうやっぱこれすら嬉しいよ。これ厚紙も使える。すごい。じゃあ購入品どんどんいきたいと思います。はい、ガラスペンとインク。中はかっこいい。すげえ。かっこいいよ。しかもさ、ここのさ先の部分ってさ、ここについてるの。別売りなショーケースからこれお姉さん出してくれたから。しかもねインクセットになってた。私買ってたじゃんインク。だから黒とね青で選べたから黒にしました。でこっちのインクはさ、私実際の色はさケースしか見てないんだよね。どんな感じなんだろう。これだけだとわかんない。でも多分緑だよね。後で確認するわ。すごっ。はい、これはですね、水彩色鉛筆。インクじゃない、こう水でやるとちょっと溶けるやつ。はい、こちらはコピックアクレア。なんとまだ新商品らしいコピックの。こういうのなの？そうらしいよ。こう、ほら、ガラスの上とかにも描けるの。これちょっとさ、気になる、すごく。ちょっと後で使ってみましょう。使ってみましょう、これは。あとこちらいろんなペン類買いました。であとこれね実は動画で見せてなかったんだけど、買ってるところ、これ視聴者の人がすごい質問が多い水色の写真。いつも使ってるやつ。消せる写真、こういうの売ってるからみんなよかったら文房具で探してみて。あとはノート、伊藤屋オリジナルノートといっぱい可愛いシールね。捨てなんだけど、このノートの中身みんな気になってたじゃん。あそこで見れなかったから。このドットの方はなんだそれ。ここなんだろう、なんかいろいろなんかカメラのやつとか書いてあって、こうドットね。ドットが薄く書かれてます。でこっちはもう何にもないプレーンね。本当宇宙の仕組みみたいなの書かれてる。さっき骨だったから違う。でここはもう何にもない。これやっぱお絵描きする人に。確かに。でも待って。何これ。触り心地すごい。めっちゃこの紙いい。何これ。すごい。これはね伝わらんのよ。艶がある紙だよ。すげえ。これすごい。いいねこれね。これ紙すごいな。ちなみに最後
日こちらです。これ、面白ブロックって名前らしいんだけど、メモ帳で、S 君がね、感動して買ってたけど、めっちゃ欲しかったな。まあ、いろんな色の紙が入ってんだけど、ちょっとずついろんな切り込みが入ってて、ここ切り抜いて使っていくじゃん。じゃあ1枚使おうかな。一番上無地だけどいい？いいよ、一番上使おう。これ簡単に切り離せる。じゃあ2枚はちょっといい今回。はい、わかりました。ピチって。どんどん見えるよ、どんどんね。やめてよ、もうまだ使ってないんだから。だから S 君が地道に使ってって、いや、これ使えないとこあるかわかんないけど、まあね、使います。最後は間違い出てくるっていうのは私は楽しみにしてます。はい、頑張ります。じゃあ、早速今日買ったものをいくつか使ってお絵かきしたいと思います。はい。はい、じゃあまず私はこのガラスペン買ってきた。ガラスペンとこの買ってきたラメラメの紙、ちょっとみんなにわかんないけどね。ちょっとね、わかるよ。光ってる。に書いてみたいと思います。で、付属のね、インクも黒であったけど、せっかくなので自分が選んだこの緑のインクで書きたいと思います。どんな色なのかもちょっとね、あの時わかんなかったから、今初めて見るんだけど。緊張すんな、この第一投は。めっちゃ光って見える、紙も。あ、書きやすい。しかもなんか結構いい緑。ああ、いいね、なんか色綺麗。しかもなんかインクでよかったこれ、私結構好きな色だ。緑、あ、このなんか深緑っぽい色。深緑、なんかこう一言で言い表せないようなさ。今日はって洋服も緑だしさ。いい色、なんかドブ色って言いたくなっちゃうんだけど。やめろよ、そうやって言うの。でもなんかすごくそれの超綺麗バージョン。もっといい色だよこれ。なんて言えばいいのこれ？カーキーとも違う。カーキーではない。なんかさ、おしゃれな言い方したいんだけど、どうしたらいい？ジブリ色。いいね、そう。ジブリ色。そういう感じ。だからちょっとレトロを感じるさ、王宮のくすんだ色みたいな。トトロの雰囲気の色。いいよ、これ。正解だったな、この色買って。コピックアクレを使ってみたいと思います。これね、気になってたよね。もう一回出てくる。すぐ出てくる。出てきた。あ、出てきた。多分アクリル絵の具っぽいのが中に入ってるから、下が透けないんだよね。だから今ちょっと描いた絵に描き足していきたいと思います。黒にやると余計いいね。確かに黒の方が映えるものなのかもしれない。だからこう元の線は消えちゃうけど、あえて消すことでいいっていうか、ガラスとか写真に描けるんだよね。ああ、書いてあったもんね。そう。ちなみにこっちもあるから、俺が買ったこの銀の紙ね。めっちゃ顔反射してる。シモン先生の顔ほら、これ反射してる。もう鏡じゃん、もはや。一回こっちのね。使ってみて。新しいやつで。多分それと相性がいいと思うよ。一応今回俺が買ったね、この新しいコピックの出た商品の色見本として、ここに僕が提示してますんで、ぜひ参考にしてください、これ。果たしているのかいらないのか、銀の紙使う人誰もいない。この紙じゃ参考にならない。この紙じゃほんと参考にならないよね。はい、ということで、今日買った画材の一部を使ってイラスト描いてみました。まあ、主に使ったのはガラスペンと、この新しいコピック。これいい。なので、ガラスペンで、なんかこう、ちょっと線がこだわりたかったから、今回ちょっとフリル多めの、なんかちょっとロリータみたいなイラスト描いてみました。可愛い女の子描いたね。そう。で、この上から今回ほら、これが描けるからさ、これでちょっとリボンを描き足してみました。ということで、今回は銀座伊東屋さんでお買い物企画でした。伊東屋さんありがとうございました。めちゃくちゃ楽しかったです。本当に伊東屋さん、忙しい時間にありがとうございました。ということで、よろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。ぜひみんな伊東屋さん行ってください。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家の下本慎と。バイバーイ。